さあ皆さんこんにちは、ようさんです。さあ今回の動画なんですが、このねいつも乗っている愛車のフォルツァ MF15 くん、なんとこの度このバイクが納車されてからちょうど2年の月日が経ちまして、なんでこの機会に改めて自分のバイクの紹介動画でも撮ろうかなと思いましてカメラを回してみました。2周年記念みたいな感じで動画を回し始めたっていうのは口実で、単純に以前の動画のコメント欄でバイクのカスタム紹介が見たいっていうコメントをいただいてたんで、今回はそのコメントリクエストにお答えしてるっていう感じですね。結構コメントのリクエスト、バイクの紹介以外でもこういうことをしてほしいとか、どこどこに行ってもらいたいとか、そういうコメントもいただければ可能な限り叶えていきたいと思っているので、皆さんぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。さあそんな感じで今回は車体を紹介させていただくわけなので、ちょっとどっかに止めさせてもらってそこでバイクの紹介をしたいと思います。はい、というわけでお台場付近のいつも止めているバイク駐車場の方にバイクを止めさせていただきました。そんじゃ早速バイクの紹介の方をさせていただきたいんですが、正直ねマフラーとかは変えてないから、そういうバリバリのカスタム系の動画に関しては他のチャンネルを見た方がいいかもしんない。よく言われるシートの高さ問題とかもローダウンカスタムであったり、シートのあんこ抜きとかもやってないから、もうちょっと細々した取り付けてみたら意外とこれ便利やんっていうようなものの紹介が多くなるかな。そんじゃ早速前の方から紹介していこうかなっていう感じで撮り始めたんだけど、ごめん、まず最初に前輪タイヤが何履いてるのか自分でもよく分かってない。ここら辺はバイク屋さんにおすすめのタイヤでも聞いといてもらってください。そんでタイヤの上、これがね納車されてた時にはついてなかったんだけど、後付けでつけてもらったドラレコがこのライトの下の部分、三つ葉社の EDR シリーズの前後カメラ、それを取り付けてもらったね。なんか GPS モデルとかコンパクトタイプとかがあったと思うんだけど、自分のは普通にスタンダードタイプだったはず。これつけた理由がね、納車して半年ぐらいの頃だったかな。大阪までバイクで行って、その帰り道に高速道路走ってたら、なぜか反対車線から乗用車のバンパーが降ってきて、ちょうど自分の真ん前、追い越し車線にそのままゴトンと落ちてきたから、慌てて右側の路肩に逃げたっていう、そういうストーリーがあって、その時めっちゃ事故んなくてよかったっていう感想と一緒に、うわもう帰った瞬間バイク屋行ってドラレコつけてもらおうっていうので、ちょっとバイク屋さんに相談して後付けしてもらいました。事故った時に映像の証拠があるっていうのと、あとはこうやって動画とかに残せるっていうので重宝するね。これが三つ葉さんのところの元 DR っていうアプリ入れとけばスマホでも簡単に動画がチェックできるから結構おすすめ。さあ続きまして、この車体左側につけてるアヒルさんの紹介じゃなくて、アヒルさんやこの360度カメラのマウントをつけてるようなクラッシュバーの紹介でもしようかな。これだね。エンジンガードとはまた別でフォルツァ専用で車体全体を守ってくれるように設計されている金属製のガードパーツだね。そのまんまフォルツァ MF15 クラッシュバーとかで検索すると今楽天市場とかでも在庫出てくるから、気になった方はチェックしてみてください。俺が昔買った時7万円ぐらいしたような記憶があるんだけど、今楽天市場見たら3万円ぐらいで売られてて地味にショック受けてるわ。これね、前に新潟に行った帰り道に大雪にやられてこけちゃった時に、このクラッシュバーのおかげでだいぶ車体へのダメージが小さく済んで、それで東京まで自走して戻ってこれたっていうのがあるから、個人的には結構おすすめ。メリットとしてはそうやって車体自体を守ってくれるっていうところと、さっきのアヒルとかカメラのマウントみたいにそういう細かいものを取り付けることができるっていうのも便利なポイントだね。ただこれをつけるデメリットっていうのも存在して、まず単純にこれが金属製だからこれ自体が重い。ただでさえフォルツァ自体がビッグスクーターで車体の重量も重いのに、それに加えてもっと重量を重くするから扱いづらくなるっていうのはある。あとは立ちこけした時にバイクが傷つくのが嫌だから、こういうクラッシュバーをつけたいって思ってる人にとっては、このクラッシュバーが前方だけじゃなく左右にまで出っ張ってくるから、シートに座って両足を地面に下ろす時に若干バーが横にある分、足つきの悪さっていうのがもっと悪くなる。
だから立ちこけした時にバイクへの傷を少なくしたいっていう思いと、反比例して足つきが悪くなって立ちこけしやすくなる可能性がある。ここはデメリットとして挙げられる点だね。まあ足つきに関してはちょっと厚底のブーツ履いたり、ローダウンキットでシートの高さ自体を下げるっていうところでも改善できると思うから、まあここは価格帯も含めて欲しいって思ったらつければいいパーツだね。さて続いては車体自体の紹介もちょっと入るんだけど、フォルツァはこうやってミラーを畳むことができるんで、駐車時にはちょっと隣のバイクのことも考えてミラー畳んであげたり、で走行する時にはパタンと手でこうやってミラーを元に戻してあげればきちんと見れると。で運転席の方に来て、キーレス車なんでわざわざ鍵を差し込まなくてもポッケに鍵入れてるだけで鍵から出る信号を車体がキャッチしてつまみを回せば車体の電源がつくと。で電源オンにしたらもうエンジンかける前からこうやって左手の操作で電動スクリーンの調整だったりもできる。ミラーについてるウインカーのランプももうこの時点でついてるね。ちょっとこの間洗車したばかりなのにあんまりにも電動スクリーンがすぐに汚れちゃうから、まあかろうじて正面の景色は見えるっていうレベルだね。でこっからが純正のパーツ以外の後付けパーツのカスタムになるんだけど、右手のアクセルのところかな、スロットルアシストパーツだね。これバイク屋さんとかでも売ってると思うんだけど、自分も Amazon で500円ぐらいかな、メルカリとかで300円で出てるかもしれないけど、そういったところで買いました。ちょっと手のひらで押してあげるだけでアクセルひねれるっていうので、長距離ツーリングとかする人にとってはこれは相当重宝するアイテムだと思う。で逆に自分の左手の方だね、これ最近つけたパーツなんだけど、前後輪ブレーキの補助パーツっていうのかな、名前はごめん全然わかんない。ブレーキアシストパーツとかで検索かけたら出てくるかも。すごい単純な作りで、後輪ブレーキ握ってる時にこのパーツを前の方に動かしてあげるとブレーキが握られっぱなしになるっていう構造だね。まあ渋滞だったり信号待ちで左手ずっとブレーキ握りたくないっていう時に使えるやつで、続きましてハンドルの中央かな、スマホホルダー。これは多分バイク乗ってる人だったら大半の人がスマホでナビ見ると思うから、自分の好きなメーカーのスマホホルダーでいいと思うんだけど、自分はカレディアさんのものを使ってます。スマホを置くだけでワンタッチでロックされるから、これ結構便利なんだよね。で同じくスマホホルダーと一緒につけたいのがスマホの充電器だね。これバイクの車体から電源取ってきてるんだけど、自分の場合いちいち停車した時にスマホから充電コードを引っこ抜くっていう作業がちょっとめんどくせえなって感じちゃって、ホームセンターで見つけたピタラクっていうマグネットで充電できるっていう充電コードを使ってる。スマホ自体がワイヤレス充電対応だったらもっと便利なんだけど、自分のスマホはワイヤレス対応してなかったからこの充電コードを採用してるね。これね、あんまり声を大にして言えないけど、なんか走り始めてからやべ充電コードを挿すの忘れてたって気づいた時に、わざわざスマホの充電コードの差し口を見るために脇見運転とかしなくても全然もうマグネットで自動的にくっついてくれるから、安全面としても結構便利なんだよね。でお次にハンドルから上、メーターの上らへんだね。ここにもう一個マウントをつけてて、ごめんこれに関してはね、なんか昔買ったのが Amazon で買ったんだけど、もう在庫なくなってて商品ページ自体見れなくなってたから型番とかが分かんなかった。ほぼほぼ似たような商品のリンクだけ概要欄に載せてるんで、検討するときには他の商品か別サイトを確認してもらってもいいかもしんない。俺が買った時3、4千円ぐらいだったと思うんだけど、似たような商品が今1万円超えとかで売られてるから、結構ここ悩みどころかも。で自分の場合こっちのマウントに前方のカメラを取り付けられるマウントをつけてて、クイックリリースのアダプターでもうワンタッチで360度カメラが取り外しできるようにしてるね。で同じマウントの右側にはその360度カメラの遠隔録画スイッチ、それをカチッと取り付けてるんだけど、正直もう左手で録画ボタンを押しちゃってるから右につけてるこっち使ったことないね。で実用的なパーツで今のマウントにつけてるものなんだけど、こちらタッチペン。
スマホとか操作できるペンだね。これダイソーで買ったものなんだけど、ダイソーで買ったタッチペンとダイソーで買ったペンを挟んで磁石で冷蔵庫とかにつけられるマグネット、それと同じくダイソーで買った伸びるストラップの紐、それを組み合わせて信号待ちとかでナビを操作したい時とか、タッチペンでスマホをいじって、でまたタッチペン戻すっていう時にはマグネットでさっきの金属マウントにカチッと取り付けるっていう感じで、意外とこれ便利。全然これはありなカスタムだと思う。さて次なんだけど、さっきスマホホルダー紹介した時に一緒に紹介すればよかったね。自分の場合フォルツァのシート下にもう1種類スマホホルダー入れてて、真ん中のスマホホルダーを外して、こっちの中央のマウントに右寄せで防水用スマホホルダーのマウントも取り付けてるんで、雨の日にはこんな感じでカチッと防水用スマホケースに取り替えることができると。で90度ずつ角度も変えられるものなんで、ナビアプリによっては横向きで見ることも可能。ハンドルを切っても特に干渉するところはないね。で今のスマホホルダーを入れていたシート下の紹介でそろそろ終わりかな。ホルツァのつまみをシートって書いてあるところに合わせてシートボタンを押すとシートの下にアクセスできると。結構収納がフォルツァ大きいから、自分の場合雨の日用に雨がっぱ上下と傘、そこをメインで入れてるね。でヘルメット用のシールドのクリアバージョンが1つで、他になぜか予備のスマホホルダーが1つと、物運ぶ時のネットが1つで、次は本当に実用的なもので、いざって時のための三角板だね。バイクにも積み込めるサイズのやつを1つ入れてます。後ろのボタンを押すことでライトとしても使えるし、あとは事故った時に赤く発光したりで、後ろ側の支えをオープンすることによって地面にもこうやって設置することができるんで、道路上の後続車にもきちんと事故ってますよ、離れてっていうのをアピールできると。これ結構便利なんだけど、買ったところが通販とかじゃなくてゲームセンターの景品で置いてあって、それを取ったものだから、ちょっと探す時にはみんなバイク用三角板とかで探してもらえるとありがたい。で他はもう個人的なものばっかりかな。冬用で回路入れてたり、スマホの三脚だったり、自撮り棒だったり、あとは予備のアヒルがなぜか入ってるね。でもともと入ってた車載工具で、これでシート下のアイテムは一通り紹介できたかな。さっきからプラプラぶら下がってるこれは埼玉県のバイク神社に行った時に買った転倒防止守りなんだけど、このお守りを買った10分後に大転倒をかましたから絶対に効力ない。でシートの横、車体の後ろ側に行くとこうやってサイドバッグが左右に1つずつついてるね。 Amazon でバイク用サイドバッグで調べた時に出てきた15リットルのサイズのもので、防水加工されてる生地の結構ふにゃふにゃなやつ使ってます。中はジッパーで開けられるようになってて、結構15リットルだから容量はあるね。キャンプに行く時とかは寝袋とか翌日の着替えとか柔らかいものをここに入れて、転倒しちゃった時に車体の横に傷がつかないようにクッション性のあるもので守ろうっていう意図も含めて、硬いケースじゃなくて柔らかいバッグを選んだっていう意図があります。でこの商品ね、今 Amazon で調べてみたらちょっと商品ページが見れなくなってて、ひょっとしたらもう在庫ないかもしれないから、もしバイク用のサイドバッグを検討している方がいたら他のサイドバッグを調べてもらうか、実物見てもいいかもね。固定方法はバッグにもともとついてた留め具と、あとはもともとついていたベルト2本とスーツケースとかを縛るようなロープを使って車体にそのまま固定してるっていう感じだね。一応動画だと分かりにくいんだけど、エンジンとかマフラーに直接バッグが触れると溶けちゃうかもしんないから、ちゃんとそこは間を空かせて、で熱とかで溶けないようにっていう工夫もしてます。そんでもってラスト、車体後方のリアボックス、ホンダの純正のボックスで車体の鍵と連動してて、わざわざ鍵を差し込まなくてもポッケに鍵を入れてるだけでボックスの底にあるスイッチを押せば開くっていう仕様のやつだね。大きさとしてはフルフェイスのヘルメット1個だったら十分入るぐらい、自分のヘルメットサイズでちょうどだね。でいつもこの中に入れてるものとして普段使っている革のグローブと、あとは夏用で1つ撥水性がいい薄手のグローブを1つ入れてるっていう感じです。以上だね。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。マフラーとか変えてないからそこまでガッチガッチにカスタムしてるとは言い切れないんだけど、この2年間乗ってきた感じだと現状のカスタムが一番便利だなって思ってるから、結構参考になる部分も多いんじゃないかなと思ってます。 MF13 とか MF17 でもカスタムに使えるグッズはあると思うんで、今回紹介したカスタムの中で Amazon とかで購入できる商品は商品リンクを説明欄に貼っておくんで、ぜひそちらもご覧ください。それじゃあご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。